豊吉正明と言います。写真の撮り手をしております。緑内障になって、今左目がほとんど見えなくなって、で右目の方も3割程度の視野消失していて、その今の自分が見えている状態を再現することを表現の中に盛り込んでいます。起点になっているものは不安であったり恐怖であったり、すごいそういったものを渦巻いているところが最初であります。ただ僕個人は楽しんで撮って好きなことをやっているからこそこれを続けていられるので、皆さんが見て面白いとかどういうふうに撮ったんだろうとか、そういったふうに楽しんでもらえるようにしたいと思ってやってます。このカメラで撮ってる時に限っての話なんですけども、これだと撮ってる時からこの裸眼でこう覗いて何を撮ってるのか細かいところが見えるので、これで撮ってる時は最終形をイメージして撮るようにしています。渡辺朝日です。今は会社員もしながらで YouTube チャンネル朝日旅するロービジョンで発信活動しています。私の場合は視野が欠けていて中心に全く見えない部分があるんですけど、このカメラを使うとすごく輪郭がはっきり見える、その感覚が面白くって、どう見えるんだろうとか全体像を捉えてこういう写真を撮ったらどうなるんだろうって、なんか撮影することと見ることは直結してると思います。武田陽介と言います。アルビノと呼ばれるもので生まれつき色が少ないという特徴がありまして、このように見た目に肌の色とか髪の色が薄いという特徴があります。また目の瞳の色も薄くて眩しく感じやすいというところから視覚障害がありまして、これはそのレーザーが直接目の網膜に照射してくれるので、自然に光を取り込んで絵が見えるので、普段のちょっとはっきりしてないようなぼやっとしたような見え方じゃなくて、シャープの効いた絵が見えてとても見やすいなって思いました。ゴンタと言います。福祉施設で働いています。マッサージをしながら絵本のお話を作っています。自分は真ん中が見えなくて、で細かいものが見えないんですね。例えば人の顔ですとか文字だとか電光掲示板に何が書いてあるのかわからないみたいな感じなんですけど、このキットを使うことでここまでくっきり見えるものはほとんどなかったので、初めて見た時はちょっと感動しましたね。青木優也と申します。今年の4月から、新入社員として、会社に入社したばかりなんですけど、珍しい、視神経の陽性脳腫瘍からこう病気が来てるんですけど、普段裸眼で見てるとあんま綺麗に見えなくて、カメラを通して、網膜投影で見た瞬間にそれが今までの中でもしかしたら一番綺麗だなって心まで思った体験かもしれないって思うくらい衝撃的でした。家にある壁掛け時計を見て、やっぱりその時間を確認したりとか、娘の顔を写真撮って確認したりとか、そういう作業をしましたね。友達にキャンプ行かないって言われて、滋賀県まで行ってキャンプ中にカメラ片手に撮影したみたいな感じでした。琵琶湖を初めて写した時は大げさですけど、世界ってこんな美しいんだみたいな本当に思って、イルカショーを撮影した時にすごく水滴まで綺麗に撮影をすることができて、ワクワクした記憶があります。庭園の中を歩きながら気になったものを撮ってたんですけれども、確信を持ってシャッターを切れるようになったので、しっかり撮りたいものが撮りたいようにちゃんと残せた一枚になってます。ここでこうシャッターを押したその瞬間が楽しいというか、あとこうカメラで撮影をこう楽しんでいるんだみたいな、その過程がすごく重要なことなのかなって
っていうふうに撮影に関しては思ってます。娘の運動会の写真ですね。自分が撮りたかった写真だったんで、シャッターを押すたんびに自分が見たい映像が見えてきて、でどんどん近くなってきて、頑張ってる姿が残って見えて、買ってよかったなって本当思いましたね。視覚障害があると見るっていうことが億劫になってしまったり疲れることになってしまったりするんですが、それがなんか楽しいって思えることになるんじゃないかなと思っていて、健常者の家族とか友人とかそういった人たちも一緒に巻き込んで楽しめる、それもすごくなんか自分にとって嬉しいポイントかなと思ってます。このカメラはその諦めるしかなかった時に諦めなくてもいいことをきっかけをくれましたから、そういったものが他の人に伝わってくれたらなんかまた違う日常が出てきたりするんじゃないかなっていう、それはあってほしいです。撮る楽しみだけじゃなくて生活することの向上みたいなののきっかけの一つになると僕は思っています。